皆さんこんにちは。漫画家の下田慎です。はい、エスクです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、まあこの季節になると、みんなが描きたくなる、クリスマスイラストの描き方について説明していきたいと思います。まあ確かにクリスマスイラスト描くかもしれない。いや、描くよ描くよ。やっぱ12月になると、まあもう今年もクリスマスやってくるなと思って、ネタに困ったらとりあえずクリスマスイラスト描けばいいのよ、もう12月は。みんな自分の好きなキャラクターをクリスマスっぽいキャラにして。そう、オリキャラだったり、推しキャラだったりとかね。そう、私もなんか思えばめっちゃクリスマスイラスト人生で描いてきてるの。やってんだ。やっぱさ、この時期に描く漫画の表紙とかさ、やっぱクリスマス風にするし、SNS に上げるイラストも。まあ24日とかね。クリスマスにし、私カレンダーのイラストとかも結構描いてるから。やってんだ。もう12月のカレンダーはクリスマスしかないのよ、ネタはもう。基本そうだよね。そうなのよ。なので、今日はみんながね、もうすでにね、クリスマスの人は描けるよって人もいるかもしれないけど、さらにみんなの絵がもっと良くなるクリスマスのイラストの描き方を教えたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまず早速クリスマスのイラストの描き方なんだけど、まずこれ見てください。これちょっと目の部分消しゴムかけたら伸びちゃって、ちょっとここは気にしないでほしいんだけど、これレベル1の S 君サンタです。まずは基本これを描けるようになりたい、みんな。今ちょっとミニキャラっぽく描いてるけど、これ等身高いキャラでもいいから。まず基本はこれ描けるようになりたくて、難しいことはない。みんななんか人生で一度はこのサンタさんっぽい帽子、見たことあると思うんだけど、基本は三角形ね。三角を描く。山描いて。山描く。で、頂点に丸を描く。で、縁の下のところにもう一個四角を付け足す。ちょっとデカめのね。これでサンタの帽子完成。でもこれで十分だけどね。で、まあ、あとは下にこうやって顔を描けば、OK。でもこれレベル1ね。だからここは正直もうこれ誰でも結構すぐ描けそうだから、まあこの描き方はあえてそんな教えないね。確かに。これをどうやってちょっとイラスト上手風のサンタにしていくかっていうのを今から教えたいと思います。まず、このクリスマス系のイラスト描くとき、どんな絵でもいいから、意識してほしいのが、この赤い部分じゃなくて、こっちの白い部分。そのポンポンの部分だろ？そう、ここをちょっとうまく描くだけで、絵ってうまく見えるので、みんなこの赤に目がいくけどね、大事なのこっちなのよ。で、これをどういう風に描いてほしいかっていうのを、今ちょっとこの下の方に描きます。今ちょっと下の顔の部分だけを描きました。ここの部分を、今までは横線1本でピーって引いてたじゃない。でもそれを、本来ここの部分って、エスクもさっき言ったけど、モフモフしてたりとか、こうふさふさしてる部分だよね。やっぱそこを表したいから、ぜひ直線で線をビーって描くんじゃなくて、こういう感じの線だったりとか、なるほどね。こういうちょっとモコモコした線だったりとか、こういう切れ端、なんて言えばいいの？点々の集合体みたいな線。これちょっとお好み、自分でいろいろ試してみてほしいんだけど。で、描いてってください。じゃあちょっと早速描いてってみるね。モフモフ感出せってことね。そういうこと。でもね、その一手間が全然その絵の上達させて見せてる工夫だから。あと、例えばこの首のところとかの毛も、ぜひ直線で描くんじゃなくて、とにかくファーだなとも、この、とにかくクリスマスの服を描くときは、この白い部分っていうのは大抵ファーなのよ。確かにね。ファーとかポンポンだから、ぜひこの白い部分のところを、直線じゃなく、こう、切れた線とか自分なりに思うモフモフの線で描いてあげてください。はい、こんな感じ。これで途端にもうあったかそうになったね。S 君が。で、ここに三角形の帽子を描くんだけど、まあ、できることならこの三角帽、ミニキャラの時はこれでも可愛いと思う。でもリアルなキャラになってくると、頂点ってこう重力の重さでペコって折れるね。だから折れるようなイメージで描いてあげてほしいので、まず上の部分を、ここでピッてまっすぐ行きたいけど、ちょっとこう斜めって言えばいい、こう丸みを取ってあげます。で、ここら辺にちょっとシワを寄せてあげて、下に落ちる。先っちょが。で、もう一個先っちょを落とす。で、ここの部分にもう一個丸を描くんじゃなくて、こういうモフモフをつけてあげてほしい。で、ここの胸のとかにある丸もこうやってモフモフに描いてあげてほしい。全部ね。そうそう。とにかく白だなって自分で思うクリスマス絵の白だなと思うところはぜひこれで描いてあげてください。というだけで、まあ途端にファーが描けてるっていうね。ほんとだー。まあこれだけでちょっと絵のクオリティ上がるので、ぜひちょっと実践してみてください。で、次よ、クリスマスといえば、
まあ、まずみんながもうこれを置いとけばクリスマスのイラストになるねっていうもの。ツリー。正解。そうです。そりゃそうだよな。で、クリスマスのツリーの描き方なんだけども、まずは、S 君でもちょっと描けそうなツリーよ。まあ、俺がイメージするのは三角形3つだよ。三角形が3つだよね。こうだよね。それよ。これ。それ。これだよね。で、頂点に星をつける。もう、でも正直、もうこれでも十分。まあ、あとはあれだよね。オーナメントの飾りをこうやってね、つけてあげるから。ここにさ、棒みたいなの書いてさ。棒書いて、これでしょ、これでしょ。それ。これだよね。これ S 君でも書ける。で、できたらここレンガ調にしてあげるとかね。それはちょっと思いつかなかったけど。まあでもこれだよね。これだよ。基本はこれよ。まあまずこれ書きたい。でもまあ正直 S 君も。これは書ける。俺もこれいけると思う。これはいける。だからここは今回のスタートラインにします。これレベル1の。うん、これはもう私も。みんなこれ書けるよね。S 君が書けるっていうのは視聴者もみんな書けるのよ。いやもう書けるだろ、これは。っていうことで、これレベル1のツリー。まあ正直これでもミニキャラのイラストの横に書いてある分には十分で。十分だよ。かわいいんだよ。かわいい。だからこれでいいんだけども、よかったらちょっと上級者っぽく見えるツリーの描き方を教えてます。はい。これってさ、考えてるのは今シルエットしか撮ってないんだよね。この三角があるシルエットみたいな。でも実際はツリーって立体じゃない？円形の立体物。まあ。本物はな。本物はね。だから、当たりをね、撮ってほしいんだ、ツリーにも。できることなら、こうやって三角描くじゃん、さあちょっと下がちょっとだけ丸くなってるあたり。で、これをこうやって何個もこうやって3個重ねるあたりを取ってほしいのね。なんて言えばいいの？潰れた三角コーンを、なんかこう、3つ重ねるみたいな、こういう。クレープやな、クレープ。あ、クレープでもいい。なんでもいい。自分がイメージしやすい。で、まず先にこういう当たりを取っておく。で、いつもみんなが描くのっていうのは、この外側の線だけじゃん。でも、それをよかったら、ぜひこの手前の今、この下の部分あるじゃない、この線までを自分の頭の中でイメージして線を入れてみてほしい。やってみます。はい。で、まっすぐじゃなくてできることだったら、ちょっとこうギザギザを入れる、細かい。こんな感じで。で、ここにもこうやってギザギザを描き足していく。みんなここの手前側も描くってこと。こんな感じで。こういう感じ。で、また次の段に行って、このギザギザを描く。同じ作業の繰り返しです。はい、こんな感じ。そうすると途端にこれがもう立体的なツリーになったよね。確かに見えるわ。見えるよね。ちょっと今このピンクの線私消せないからあれなんだけど、まあ実際みんな消してください。そしてこれにオーナメントとかを描き足してってあげたりとか、雪の白いふわふわみたいなのを描き足してってあげると、すごくツリーっぽくなると思います。ちょっと描き足してってみるね。これで最後に頂点に星を描きます。で、星もできたらさっき平面なこう星だったけど、一回五角形の星描くじゃない、そしたら頂点にこう点を打つ。中心に向かって線を伸ばしていく。ああ、なるほど。こういう感じ。これだけでなんかすごい立体な星に見える。できそうならこの内側にもう一個こうして線を足してあげても OK。で、このちょっと影になるところにこうやって影を入れてあげると、より、なんかこう、絵が上手い人の描くさ、星みたいなイメージ出るよね。確かに。こういう感じでぜひやってあげてください。まあ、下の部分は、これをより立体的に考えるんだったら、こう立体的な木鉢みたいな、バケツみたいの描いてあげて、やってあげるといいと思うんだけど、私のおすすめは下にいっぱい物を置いて、ここの部分を隠すっていうやり方が、個人的にはおすすめ。で、下にいっぱい置いてあげると、よりクリスマスっぽい、可愛いんじゃないかなとは思います。まあ、描けそうならっていう感じなんだけど。まあ、どっちでもいいってこと。ということで、まあ、ツリーはこれぐらいにして、でも言うても私、やっぱ一番お絵描き系の人たちが描きたいのは人物だと思うし、やっぱ人物の可愛いクリスマスパターンだと思うよね。パターン？ということで、今度はサンタ風、トナカイ風の人物の様々な衣装パターンを紹介したいと思います。今話してたのは、要は本当クリスマスのイラスト誰が描いてもバージョンだったよ。正直アニメとか漫画の絵を普段描かない人でもまあこういうの描くとちょっとリアルになるよっていうね。今回、こっからはもう漫画とかアニメのイラスト描く人たち向けの。じゃあまずパターン1、めちゃくちゃオーソドックスなやつからいきます。はい。パターンその1、オーソドックスサンタ服です。
まあ男女兼用。要は一番よく見るサンタさんの洋服、まあ街でもよく見る。大事なポイントとしては、上着のここのお腹のところにね、ベルトが入ってる。結構これ忘れがちな人多い。あ、そうなんだ。ここのまあなくたっていいんだけど正直ね。まあこのベルトをつけてあげると、まあ途端にサンタさんっぽくなるのと、ここのブーツだね。下がブーツで黒いブーツとか茶色いブーツを履いている。で、それをさらにこうズボンをちょっとインしてるっていう感じ、ブーツの中に。これもう、まあ、とにかく誰でもできる簡単サンタ服。あと手袋とかも黒く塗ってあげたり、茶色とかにしてあげると、まあ、よりサンタさんっぽさ出るかなと思います。これ男の子も女の子も、まあ、まず1パターン自分の中で入れといていいかなと思います。まあ、襟角モフモフの、しかも結構モフモフめの。で、3つぐらいこう丸作ってあげる。あとはこの袖と、ブーツの先ぐらいにこう、モフモフつけてあげることを忘れなく。まあ、そんな感じだと誰でも描けるオーソドックスサンタパターンです。じゃあ次何パターンか他のサンタいきます。これはどっちかというと女子キャラなんだけど、正直初心者の人に一番簡単で描きやすいからおすすめ。ワンピースサンタ。まあ要はこれをもう全部この上だった服の部分をバーッと長くしちゃって、もうベルトとかつけてもつけなくてもいいね。これお好みです。で、もうワンピースにしちゃって、あとはちょっと、なんだろうな、膝ぐらいまでのブーツを履かしてあげる。で、これ黒いタイツ履かしたけど、それもまあお好みです。これ描きやすい、ディティールが少ないから描きやすいし、まあちょっと女の子キャラに着せると可愛いから。ぜひぜひ、これもちょっとワンパターン、女子キャラへのサンタ服として覚えておいてください。まあさらにやっぱ女子っていうのはめちゃくちゃパターンあるから、他にも何パターンが可愛いのを教えたいと思います。例えばこういうローブパターン。上にこうなんかこうポンチョみたいな羽織ってて、まあ下のスカートはね、こっちは結構あんまりひだがないイメージだったから、こっちはちょっとひだをつけたイメージにしてみた。結構こう細かいひだにするよりもよくある高校生のスカートのプリーツスカートみたいなやつより、こう大きめにクリスマスの服は分厚い生地ってイメージ出したいから、大きめにひだをつけてあげた方がいいかなと思います。例えばこういうパターン。あと例えば、ちょっとこんな感じのセクシーなさ、肩出しパターン。冬だからと言って、別に全部隠す必要も、まああるよね、コスプレ衣装とかで、久々マルシア書いたけど。という感じで、まあやろうと思うと、女の子はわりかしね、無限にパターンがあんのよ。男は1個しかないのに。そうだよ。いや別に男も1個しかないけど、ないけど、まあ女の子の考えるの楽しいかなっていう。で、別にこれ以外にも全然種類はあって、自分でオリジナルの考えてほしいんだけど、ポイントとして大事なのはね、何かっていうとね、この丸いポンポンよ、要は。この丸いポンポンみたいなのをなんかいろんなところにつけておくとめっちゃクリスマスっぽくなるっていうのと、布の切れるところ、要は袖とだったりとか、スカートの先とか、そういうところにこの白いファーをつけておいてあげること。なんかこれさえ意識すればもう大体どんなのもクリスマスの服になるの。で、赤と白で塗ってあげればね。赤ね。場合によってはブラックサンタで黒いパターンもあるんだけど。なるほどね。なのでそんな難しくないので、ぜひクリスマスのキャラファッションは、まあ自分でいろいろね、組み合わせて考えてみてください。あと最後にもう一個、これのトナカイバージョンもあるのよ。トナカイ、着ぐるみみたいなやつか。そう、着ぐるみみたいなのでもいいし、着ぐるみじゃなくてもいいんだけど、まあ、はい、こんな感じで S 君が言ったように着ぐるみにしたけど、こういう感じでね、こうやってサンタキャラがいっぱい増えてきたら、一人ぐらいこう着ぐるみキャラとかでトナカイを混ぜてやってもいいと思う。今から下これ着ぐるみにしてるけど、実際は頭だけトナカイの飾りつけて、下はサンタさんの服でも可愛いと思うよ。とにかくキャラ増えてきたらこうみんなにコスプレさせて楽しいパーティー感をね、出してあげてください。カチューシャみたいなことね。そう、カチューシャでもいいし、もう本当に漫画の世界だと耳生えました系ね、獣耳生えました系でもいいと思う。ちょっとここの描き方だけちょっと最後教えとくけど、まずこの頭の形に沿って丸いカチューシャをかけてあげる。ここがまず一番難しいところなんだけど、これをまず頭の中でイメージしてあげてください。気をつけてほしいのは1個だけで、角が耳より上っていうことだけ。だから、耳を描いてから下から角を生やすんじゃなくて、先に角を生やしてあげてから、で、この角の形はね、正直ルールはないのよ。だから、私はこの上向きにこう3本こうやって描くけど、これ別にお好みで下の方に角描いてもいいとは思う。なんかトナカイっぽいかなと思って上に3つつけた方がね。
描いてもらう。で、角の下のところから耳を垂らしてもらう。で、これはなんだろうな。猫耳とかみたいにとんがった耳じゃなくてトナカイなので、細長いなんか垂れ耳が一番ちょっとトナカイっぽいイメージになるんじゃないかなと思うので、これを描いてみてください。ということで、今回はクリスマスイラストの描き方でした。まあ今まで描いてたって人もね、これを見てちょっと新たな自分のクリスマスイラストのパターンを発見してもらえたら嬉しいなと思います。何よりも、オリキャラや、推しキャラでクリスマス楽しんでください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。バイバーイ。